星への監督のみきです。今日もライブ配信で、いろんなことを、お伝えできたらなと思っています。はい。そうですね。もし何か、質問というかね、こんな話してほしいとかあったら教えてください。いつもですね、コメントありがとうございます。ようこさん。いつもコメントありがとうございます。いろんなコメントをいただけたら嬉しいです。愛の星へ、現在、1作目、2作目、YouTube で、配信をしています。その映画への、感想もですね、いただけたら嬉しいなと思っています。で、今日、Facebook でも投稿したんですが、YouTube への思いをね、伝えさせていただきました。ライブ配信でも何度かお伝えしているんですが、やっぱり、4作目の、制作費ですね。で、これが、やっぱりかかってきます。で、それを、賄えることができない、状況ではあってですね。で、個人セッション、今やっています。それが、ヒプノセラピーの個人セッション、ずっとストップはしていたんですが、それを、再開してやっていたりとかですね。で、いろんなことをしながら、水晶もね、YouTube にリンクしてありますけれど、オンラインショップの方で販売したりとか、もういろんなことをして、お金を生み出していかないと映画の制作ができないような状況で、あとはですね、これが宇宙的な流れではあるんですが、YouTube に力を入れていくというところで、YouTube のアップの頻度ですねを増やしていってですね、少しでもその制作費を賄うことができたらなというふうに、そういった思いでもいます。で、YouTube で配信をしていくんであればですね、それに対してもうやっぱり一つ一つ丁寧に思いを届けていくとか、きちっとした形で配信をしていきたいなと、アップをしていきたいなというふうに思っています。その YouTube を通じてですね、見ていただく人に何か、気づきであったりとかですね、大きな変化が、起きてもらえたらなというふうに思っています。僕の YouTube のチャンネルを通じて何か癒されるとか、映画を見ていただいたりとかですね、そこから大きな気づきが生まれたりとかですね、僕の何か、生きている意味っていうのは、地球での、意味が、そこにもあるんじゃないかなというふうにも思っています。宇宙側からですね、僕に、どんどん、伝えていくように、思いを届けていくようにとか、あとは宇宙情報を、伝えるようにというふうにも言われています。で、それをもっともっと、伝えるようにというふうに言われていてですね、僕はそれを、止めないように、していってですね、伝えていきたいなというふうに思っています。ライブ配信もですね、週に1回ぐらいの頻度で、できたらなというふうにも思っています。最近はそうですね、土曜日のこの時間とか、5時とかにですね、することが多かったりとか、状況によっては日曜日とかもあったりします。で、いつもそうなんですが、もう感覚に任せて喋るというかですね、今現在そのライブ配信で見てもらっている人に何か必要なメッセージが、宇宙から僕を通じて、届けられるのかなというふうにも思ってます。だから、僕が、今現在で今日何を話そうかなとか、全く、考えてもいない状況ではあるんですが、何かが、届くような形になるんじゃないかなというふうにも思っています。これからはですね、どんどんやっぱり思考を外していってですね、で、宇宙の流れで進んでいく、そこが大事だなというふうに思っています。だから自分がやりたいこと、それで進んでいく一つの、進化、地球であったり地球そのものの進化、そして人々の進化で、昔はどんどん耐えていく時代、耐えながら学んでいくっていう、のが強かったのかなと思うんですが、そこからやりたいことをやっていく、っていうような流れに変わっていってですね、でもう一つさらに進化した、
感じの流れで、それがもう自分のやりたいことを超えて宇宙の流れで進んでいくっていうところなのかなというふうにも今は思っています。それは本人がやりたいからやっていくっていうところを超えて、宇宙の流れでその人の役割、これが、まあやっぱり思考をまずは外していくっていうところだなと思います。思考を外しながら感じながら動いていく、やりたいことをやっていくっていうのをもう一つ超えたようなところに意味があるのかなと思うんですが、感じたことをやっていく、感じたことを、進めていくっていうところで、そうするとどん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 宇宙の流れで進んでいって、で宇宙がその人を、その人の宇宙的な役割、その人の魂の役割、それをどん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 その方向を、ですね、そちらの方向に進んでいったりします。私たちが、これからどうでしょう、楽しむために地球に来ているっていう人も多いですし、そういう人はどん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 、楽しいことをしていくといいなというふうにも思います。それからもっともっと超えてですね、どうも宇宙の存在だし、全てが、今、一つになって地球が変わろうとしているっていう、そういう感じです。で、いろいろね、宇宙情報、僕が感じること、今感じることも、お伝えしていきますと、もう宇宙の存在たち、そして私たち、全てが一つになっていって、どんどん一つの方向に向かって、いってるなと思います。それが、どん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 宇宙全体が愛に開かれていくっていう、ところです。今まで私たち、特に日本人はそうなのかなというふうに思うんですが、愛っていう言葉を使うと、やっぱり抵抗があったりとかですね、愛について話をすると、人がこう離れていくとかね、そういうことがあったかなと思います。もうそういう時代ではどん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 なくなっていってですね、私たちその日本人の中に抑えられてきた、愛をどんどん、解放していく、愛への抵抗を手放していく、そういうようなね、感じに、なっていったりします。コメントもありがとうございます。やりたいことをやっていくとかですね、宇宙の流れに、任せるとかですね、乗っていくとか、そういうメッセージ、嬉しいです。ありがとうございます。私たちが本当にどん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 、やりたいことをやっていきながら、そして宇宙の流れに乗ってやっていく。でそれが僕はずっと昔からやってきたその高次の宇宙人たちとの対話でもとても気づかされたんですけど、彼ら高次の宇宙人たちはもう本当に宇宙の流れで進みながら、彼らがやりたいことをやってはいるんでしょうけれど、もうそれを超えたところで彼らは宇宙の流れで宇宙の役目で進んでいるっていう感じだったりします。で宇宙人に宇宙の存在に聞きました。で宇宙の存在、工事の宇宙の存在に聞くと、それを通じて例えば地球のために何かをするとか、宇宙の役割で宇宙の、違う星の存在たちが何かをする、何かをしながら彼らも成長していってるっていうところも教えてもらいました。だから私たちからしたら違う惑星の工事の宇宙存在たちはすごい、とてもすごいっていうふうに思ったりするんですけど、彼らは彼らでもう成長していっているっていうところだったりします。だから私たちはもう共に成長していく、宇宙全体が成長していく、成長していっているっていう感じなのかなと思います。それが誰一人が外れてるとかっていうことも実際はなくて、全ての人、全ての存在、動物とかも全て含めてですけど、植物であったりとかですね、全ての自然、全ての、存在たちがつながり合って宇宙と共鳴し合って成長していってるっていう感じだったりします。それに誰一人が外れることなく、全ての人に全ての役目があって、そして、もう宇宙でもう共鳴しているっていう、そういう感じ、だったりします。だからやっぱり感じるのが、私たちが自分自身を大事にしていくっていうところが、
まず一番大事なんじゃないかなというふうに思います。自分自身を大事にすることから始まっていくっていう感じだと思います。まずそこがブレてしまうと、いろんなことがうまくいかなくなっていったりするので、他の人を大事にする、家族を大事にする、子供を大事にする、それよりも実は自分自身を大事にするっていうことが宇宙的に見ると、すごく大事なことなんじゃないかなというふうにも思います。自分自身を大事にしていくと、もっともっと例えば、家族への気持ちもより広がっていったりとか、自分自身を大事にしていかなくて、家族を大事にしていると、どこかで無理が来たりとか、それが不満っていう形だったりとか、どこかストレスっていうところだったりとかですね、あったりするんではないかなと思います。最近もですね、個人セッションでヒプノセラピー、を受けていただく方がね、いらっしゃって、で、続いたのが、女性の方で、ある方は乳がんであったりとか、ある方は、子宮のがんだったりとかですね、そういう方が、いらっしゃってですね。で、その原因を見ていくと、スピリチュアルな存在に聞いていくと、自分を大事にしてこなかったっていうところがすごくあったりします。その自分を大事にしていないから、女性だったらその子宮に来たりとかですね、子宮のストレスが溜まったりとか、そして病気になってしまったりとかですね、そういったことがやっぱり最近、続いています。僕が、セッションしている中でですね。でも昔からそうなんですね。子宮の病気の方、原因見ていくと、本当に、我慢をして我慢が、もう我慢の枠を超えて、それで体に来てしまっていたりとかですね、細胞が苦しんでいたりとか、そういう感じだったりします。なので、まずどうでしょう、想像してもらうと分かると思うんですが、例えばお子さんを大事にしたい、で自分のことは大事にせずにお子さんというふうになったとして、でそれで病気になってしまって、小さいお子さんを残して母親が亡くなってしまう、それっていうのはやっぱり順番が違うとは思うんですね。それはそれで残念だし仕方なくて、それも大きな学びなのかもわからないですけれど、でもやっぱり、お子さんにとってもいい状態なのが、母親が、いい状態でいる、精神的にも、健康の意味でもよりいい状態でいる方がお子さんにとってもやっぱりいいとは思うんですね。でそういった意味でも母親が、より精神的にもいい状態、体調的にもいい状態で育児をするにあたっては、やっぱり自分をまず愛すること、自分を大事にすること、そこっていうのは、すごく大事なんではないかなと思います。で僕はもともと今でもそうなんですけど、整体をやっていて、ずっと整体、そしてヒプノセラピーも20年これぐらいずっとやってきてですね、で思うのが、女性の意識と子宮は本当に直結する感じなんですね。でたくさんの女性の方の、ヒプノセラピーを通じて子宮の声を聞いてたくさん聞きました。すごく苦しんでる子宮の方がたくさんいらっしゃいました。でやっぱり、自分を愛することで子宮が癒されたりとかですね、そういうふうにもう本当に直結しているので、ある意味では自分だけじゃないっていうふうに思うといいのかもわからないですけど、自分だけじゃなくて子宮の命、子宮の健康も自分自身が担っているというか、自分自身のその思いで変わっていくって。自分ではあるけれど、子宮は自分の中の臓器かもしれないけれど、一つの何か別の意識を持っていて、でその臓器のためにも自分を愛するとか、ちょっとおかしな変わった言い方かもわからないですけど、子宮だけでなく、内臓全てであったりとか、細胞全てであったりとか、それらのためにも自分自身を愛していく、
そうすると細胞の働きがすごく変わっていくんですね。で、細胞がもうどんどん輝くっていうか、そういうふうになっていてですね、でそうするとどうかって言ったら、細胞同士がどんどん話をしていったりとかですね、細胞が何かと話をしたり、それは細胞が、あなたの細胞が土と喋ったり、微生物と喋ったり、植物と喋ったり、つながり合っていくんですね。だから自分を愛することで細胞、あなたの細胞、あなたの細胞の働きが良くなって、細胞が植物と対話をする、土と対話をする、微生物と対話をする、そういうような感じになっていったりします。だからその細胞がより生き生きと働くためには、何が大事かって言ったら、まずはその人、宿っている人の意識、心の持ち方で、それがすごく、大事なんじゃないかなと思います。だから細胞のためにも内臓のためにも、うん、まあ本当に体のことをね、生態であったりとか、生態の勉強もしてきました。で、国家資格のマッサージのね、アンマーマッサージ、指圧の、学校も出てて、いろいろ体のこと、仕組み、勉強してきました。で、勉強すればするほど、体の本当に小宇宙、もう神秘がすごく分かってきたりします。で、全てが共鳴をしていてですね。で、もちろん医学で分からないところもね、医薬で全てが解明しているわけでもやっぱりないと思います。本当にもう小宇宙って言われるように、まだまだ不思議な部分が体にはたくさんたくさんあってですね。で、意識で変えられたりとか、で、細胞とも対話ができたりとか、臓器とも対話をできたりとか、それぞれがどうも意識を持っていたりとか、でその中でも女性のヒーリングをしていて、女性のセラピーをしていて思うことが、女性の意識や心と子宮がもう本当につながりがもうすごいんですね。これが男性にないところなのかなと思うんですが、命が宿る場所でもあります。本当にその子宮の神秘というか、本当に不思議だったりします。だから女性であれば、もっともっと例えば子宮に話しかけるとかですね、で子宮の声を聞くとか、そういうふうにしていくと、もっともっと健康面とかいろんなことを教えてくれるんではないかなと思うんですね。で、だからそこを何か大事にしていくと、もっともっと子宮と仲良くなる、今パッとこう浮かんできますけど、女性であれば子宮と仲良くなる、でそういうふうにしていくと、毎日のように例えば対話をしていくと、いろんなことを子宮が教えてくれるんじゃないかなと思います。でそれがコツとしては、子宮と対話、そんなことをできるはずないっていうふうに思うのか、それとも子宮と対話をできるっていうふうに思うのかで全然変わっていくんですね。で、皆さんどうでしょう。見てくれてる方がね、女性の方が大半かなと思うんですが、子宮と対話できそうっていうね感じを持っている方が多分ライブ配信見てもらっている方の中で多いんじゃないかなというふうに思うんですが、ずっと、やってきて思うのは、本当に、対話ができるっていうことですね。声を聞く。で、もう一つコツが、なんとなくで大丈夫なんです。なんとなくで、なんとなく体の声を聞くとか、今度はですね、9月20日、今月の9月20日なんですが、ちょうど、この今伊勢のギャラリーでやっているんですが、ここでですね、体との対話のワークをやったり、します。ライブ配信でもね、見ていただけるんですが、今やっぱりそこはすごく大事かなと思います。体と対話をしていくっていうことで、自分を見つめ直すとか、そういった意味でも体の声を聞く、体が何を欲しているのか、どうしてほしいのか、睡眠をとってほしいのか、休息をしてほしいのか、
もしくは運動をしてほしいのか、それとも話しかけてほしいのか、いろんなね、体と声を聞いていくと変わっていきます。だから、子宮との対話っていうテーマではないですけど、それに参加していただいたり、もしくはオンラインで受けていただくと、子宮との対話が、できるようになっていったりとかですね、そのコツを、もっともっと、詳しく、お話ししていったりします。9月20日、体との対話のワーク、YouTube でも、アップしてるんですが、そのトゥルラ・アンドロメダの、トゥルラの、と僕の、トークもねあったりしますね。宇宙存在に体との対話をねいろいろ聞いていきたいなというふうにも思いますし、いろんなことを追求していく、3時間になっていくんですが、ぜひそれも、参加していただけたら、嬉しいなと思います。もう一つお知らせとしては、11月の16日の日曜日なんですが、この一のギャラリーで1作目の映画に出てもらっている池川明先生と僕の、コラボで、トークショーもね、あったりしますので、そちらも、よかったら、ご参加いただけたらと、思います。11月16日ですね。後で概要欄でね、お知らせというかリンクも、貼れたら入りたいなと思っています。そんな感じでどうでしょう。その体と対話をする、子宮の声を聞く、やっぱりがんの方、子宮がんの方にそのヒプノセラピーをして子宮の声を聞くと本当に、子宮が起こっていたり、子宮がすごく辛そうだったりとか、したりしてます。今日の、最初の方に話した、ことですけど、まずは自分自身を愛するっていうところ、そこは全部含まれてると思うんですけど、自分を愛すること、体を愛すること、全部が含まれてたりします。だから、その愛するっていうことがね難しいっていう方もいらっしゃるんですけど、自分自身を受け止めてみるとか、自分自身を認めてみるとか、そんな感じで、始めていくといいのかなと思います。自分自身が好きでないっていう人がいたら、自分自身を好きでない部分を認めるというか許してみるっていう感じかなと思います。許すっていうこともすごく大事だったりします。自分を認められない、あるいはもう何かでもう、誰かを許せなくても自分自身がいっぱいいっぱいになっているっていう人もいるかもわからないです。で、相手を許すっていうことができなかったとしても、それはまず自分自身のために相手を許してみる手放すっていう感じですけど、そういうふうにしていくといいんじゃないかなと思います。だから私たちがこれから先より柔軟で緩やかになっていくには、いろんな執着を手放していくとか、いろんな怒りとか、憎しみであったりとか、そういったものももうできる限り本当に手放していったりとか、そして柔らかになる、柔軟になる、そして柔らかな感じで宇宙の流れで進んでいく、そういうふうな人がどんどん増えていくと、より地球は柔らかで、より進化しやすい星になっていくんじゃないかなと思います。だから、地球をどうしたい、こうしたい、もっと良くしたいっていう場合はですね、まずは自分自身を許してみる、認めてみる、そして愛してみるっていうところから始めていくといいかなと思います。だから地球を変える、そのためには、何も難しく考える必要がなくて、ただただ自分を認めていく、ただただ自分を大事にしていく、愛していく、そこだけですごく大きな地球への貢献になったりします。だから私たちはある意味ではすごく難しく考える癖がついてしまっているかもわからないですけど、一度そういった常識とか抑え込み、思い込み、そういったものを手放していって、どんどん、柔軟になるというかフラットな感じですね。いろんなこうしないといけないとか、ああしないといけない、こうしている自分でいないといけないとか、そういったものをどんどん手放してみて、
で、今を大事にするとか、自分を大事にするとか、そういうふうにしていくといいんじゃないかなと思います。家族のことで悩んでいる、そういう人がいるとすると、家族に目を向けるのではなくて、やっぱりまずは自分自身に目を向けて、ただただ自分を認めてみる、ストレスがかかって、辛いっていう自分も認めてみる、そして自分を許してみる、最後に自分を愛してみる。ただただそれだけで家族との向き合い方、家族の捉え方っていうのが全く変わっていくと思うんですね。だから他に、その意識を向けないというか、例えば、不平不満もそうなんですけど、何かに不平不満を、政治でもそうなんですけど、そこに不満を向ける、環境が破壊されているそこに、不満を向けて、ストレスを感じるというよりはまずは第一歩としては自分を認めて許してただただ愛してみると見え方感じ方が変わってきたりします。僕も映画制作やっぱり大変なことはいろいろあったりとかですね、でうまくいかないこと流れ的にもそうですけど、うまくいかないことってやっぱり一番はとにかく費用なんですね。もう費用がすごくかかる。もうそれは普通出ない金額がかかったりします。ヨーロッパの撮影も決まっていたりします。渡航費であったりとか滞在費であったりとかですね、いろいろかかってきます。それがやっぱり捻出できないでいるんですが、でもそんな状況でもそこに意識を向けすぎててもダメで、そういう状態でもまずは自分を認めてみる。そして僕であれば映画を作ること作れることに感謝をするとか、そういった自分でいるそういう状況で向き合ってみる、そういうのが大事だったりします。映画の制作費やっぱり制作費だけではないんですね。今までの3作品のやっぱり借り入れをするのこれが大きいので毎月返済をしていく、そんな中でですね、でも4作目の制作費を生み出していかないといけない、そこは実際、大変というか、それで映画制作を、海外にも行かない方が絶対費用的には安いんですね。ただ僕としてはもうそこで、抑えて制作費を抑えて映画を作るという感覚で気持ちでいたくはないんですね。もうお金は二の次三の次でただただ感覚のまま感じたまま映画を作っていく。宇宙がもし海外の撮影をさせようとするんであれば僕はもうどういう状況であってもただただ行きますっていう感じなんです。でそこでの、出会いがあったりとかですね、何か、生まれてくると思うんですが、それが僕には必要で、お金はもうある意味では宇宙任せではあったりします。宇宙任せっていうのはどこまで僕が宇宙を信頼できるか、自分を信頼できるか、いつも毎回映画制作のたびにもうどこまでも信頼するっていうのをブレそうになるような大変な思いの時もあったりするんですが、それでも信頼できるか、宇宙を信頼できるかどうか、そこは本当に大事だなと思っています。だからね、今ライブ配信を見てもらってる人もそうで、ブレそうな時、すごく大変な時、そこでもそんな状況でも自分を愛することができるのか、自分を信じることができるのか、宇宙を信じることができるのかとか、何か宇宙からの問いかけかもわからないです。どんな状況でもできる限り自分を、否定しないというか認めていく、愛していく、その状態でいるっていうのがすごく大事だなと思っています。もう本当に情報過多の時代でいろいろね、もうブレそうになる時もあるかなと思います。大変な時もあるかなと思います。そんな状況でも自分を愛する、認めるとか、
で、その状況で入れるのか、そこが大事なのかなと思います。そして自分自身がいい状態でいるとどうなるかっていったら、やっぱりいいことが起きやすくなるんですね。僕が感じる感じとしては、とことんまで宇宙を信頼すると宇宙のサポートがすごく入るなって思います。そこで宇宙を信じれるか、否定的になってしまうと、やっぱり宇宙のサポートが弱まってしまうんじゃないかなと思います。宇宙と仲良くなる、宇宙と仲がいい自分でいるとか、そういった意味でも宇宙を信頼するっていうところが大事なんじゃないかなと思います。で、結局のところ宇宙は何かって言ったら自分自身だったりします。だからあなたにとって宇宙は何かって言ったらあなた自身だったりします。宇宙とはあなたで、あなたとは宇宙みたいな、そんな関係なのかなというふうに思います。そこは理論でどうとこうとかではなくてですね、やっぱり感覚の世界かなと思います。だから自分を信じることと宇宙を信じるっていうことは本当にイコール、もうただただイコールなので、そこを大事にして進んでいくときっと変わってくると思います。なので今日の一番の、伝えれる言葉としてはそこかなと思います。最後の最後まで自分を信じて宇宙を信じて、で、みんなで共に、より良い宇宙、より良い地球を創造していけたらすごく嬉しいなと思います。そのために僕は映画を作ってるんでしょうし、いろんなメッセージを伝えたりとか、写真、動画、いろんなことやってます。地球が美しいっていうのをやっぱり伝えたいんです。本当に素晴らしい、星であって、もっと多くの地球に住む人に、知ってもらいたいなと思います。後ろにもねたくさん、僕が撮った写真が、飾ってあります。屋久島であったりシャスタであったりとかですね、ハワイの写真も、あります。こっちの方に少し動かしますけど、クジラであったりとか、イルカであったりとか、いろんな、写真、海に潜ったりいろんなところで、撮影してきました。本当にそのイルカの愛、クジラの愛とかもういろんな感じながら、地球ってすごいもう奇跡の星、奇跡の惑星だなというふうに思います。そこに私たちが今いるこの奇跡、偶然ではなくて今私たちが、この星にいるっていうことだから、もっともっと私たちは地球に対して感謝をしたりとか、地球がどんだけ、人間が破壊を続けてもこれだけ綺麗な星を保っているとか、感謝できるところ、感謝していくべきところが、すごく大きいんじゃないかなと思います。だから僕はどこまでもできるっていうのはそこだったりします。映画を作ること、もう費用もかかるし本当に大変だったりします。毎回大きな借り入れをして、映画制作して自分でも、何をしているのというふうに思ったりします。それでも、僕は、やっていくっていうか、とことんやっていく、その、地球の、美しさをやっぱり知ってほしいなと思いますし、もっともっと、多くの人が自分への愛、地球への愛、気づいてもらえたら嬉しいなと思います。このライブ配信をね、見てもらってる人たちも、あなたももう間違いなく深いところで地球を愛していると思います。で、大事なのが深いところで自分自身を愛していると思います。それを遠慮なく押さえつけずに出していくと変わります。あなたが変わると地球が変わっていくっていうことです。そういうふうに宇宙も地球も、伝えてくるし、地球が答えてくれます。だから誰が変わるっていうよりも私たちがまず一人一人が変わっていく、それだけで、本当に宇宙への貢献、地球への貢献に、なったりします。本当にその、ね、メッセージ、伝えることができて嬉しいなと思います。この後はですね、YouTube のメンバーシップの方に向けて、誘導瞑想をね、していきたいなと思います。またですね、YouTube の方からですね、メンバーシップ入っていただくと、誘導瞑想であったりとかですね、オンラインサロンに入っていただけたり、します。
そちらの方でまたねいろいろお伝えしたいなと思いますし、どうでしょう、この星、惑星、この地球ね、と楽しんでもらって、何か地球に貢献できたらどうでしょう。皆さんも、なんか心が魂がすごく喜ぶんじゃないかなと思うんですね。で魂が喜ぶとやっぱり地球が喜ぶ、そういうふうにつながっていると思います。難しく何も考える必要がなくてただただ、感じることをやっていく、自分を愛していく、それだけで、いいように思います。では、YouTube のライブ配信これで終了したいと思います。今日も最後まで、ご覧いただいてありがとうございました。また、YouTube、いろいろね、1週間にこういろいろアップしていきますので、登録チャンネル登録していただいたりとかですね、高評価いただいたりすると、どうも YouTube の AI でよりこう、人の目に留まりやすいようにこう何か流れるっていう、ところがあるみたいですので、そちらもしていただけたら嬉しいなと思います。本当にありがとうございます。最後にですね、たくさんの、メッセージ本当にありがとうございます。見ていただける人がいるので、僕は思いを持って、届けることができます。最後までメッセージ受け取っていただいて本当にありがとうございました。では失礼させていただきます。